フェーリエンドルフ、今日はここに泊まります。めっちゃ走るじゃん。小豆、これは大豆も含めて700万円、かぼちゃ700万円、補助金で買ってんだろうみたいなことを言う人もいますが、そんなに甘くはないです。だいたいこんな感じで、2025年の農業での収入は皆さんこんにちは、さおりです。今日は中札内村に来ています。中札内村っていうのがこの十勝平野の中央に位置する、村なんですけど、村っていう割にはね、割と人も多いしスーパーもあるし、前回ね私が紹介した地元よりも全然栄えています。今日はここからだいたいね10分くらい先にあるコテージでゆっくり過ごそうかなって思ってます。中札内村の市街地にある道の駅中札内。中札内といえば枝豆や小豆などの豆類をはじめ、十勝らしい農産物が有名です。そしてもう一つ有名なのが鶏。田舎鶏という中札内ブランドの地鶏があり、道の駅では新鮮な卵も販売されています。串唐揚げとかだったらさ、骨入ってないじゃない。田舎鶏の唐揚げを購入しました。田舎鶏、大きい。曲がってる。重すぎてすごくない？カリカリ、おいしい。鍛冶職人が骨付きは食べづらいということで、今回は骨なしを選びましたが、骨付きの稲川揚げが定番みたい。味付けも違ってどちらも美味しかったです。道の駅を出て今日泊まるコテージフェーリエンドルフまで向かいます。フェーリエンドルフまでは帯広空港から車で15分、帯広駅からだと車で40分のところにあります。はい、到着しました。フェーリエンドルフ、今日はここに泊まります。フェーリエンドルフというのがドイツ語で休暇村という意味だそうです。すごい敷地が広い。今目の前に見えている大きな建物がセンターハウス。ここでチェックインの手続きをするそうです。めっちゃおしゃれ。すごい。ボディシャンプー、お茶、ほうじ茶、割り箸。めっちゃ走るじゃん。かわいい。馬たちがお出迎えしてくれました。わ、かわいいじゃん。あ、もう逃げた。
クイズがある。94って書いてるからいっぱいあるんだろうね。フェーリエンドルフのある中札内村はどんな由来からこの名前になったでしょうか。 A 何もない場所の真ん中、 B 乾いた川の真ん中、 C 薩摩藩が多い土地の真ん中。 A 何にもない場所の真ん中かな。チェックインを済ませたら、車で泊まるコテージまで向かいます。なんとここの敷地面積は10万坪、33ヘクタールもあります。その広い敷地の中にコテージが約100棟。コテージにもいろいろなタイプがあって、春から秋にかけてはグランピングも楽しめるみたいです。はい、到着しました。今回私が泊まるのがスーペリアコテージ D の14番です。早速ね、中に入っていこうと思います。今回私が泊まったスーペリアコテージは一番定番で人気のあるタイプなんだそうです。建物から内装までドイツの村をイメージしていて、お部屋にはヴィンテージの家具や食器が飾られています。めちゃくちゃ可愛い。あとね、2階も見てこようかな。このスーペリアコテージは最大で5人まで泊まれるようになっています。おしゃれ。2階に上がるとおしゃれな寝室とシャワールームが完備されていました。夜ご飯はすき焼き。スタッフさんがコテージまで届けてくれました。十勝和牛や中札内産の卵など地元食材をたっぷり使っています。はい、晩ご飯はすき焼きでした。めちゃくちゃ美味しかったです。十勝のお肉だったり、ここ中札内で採れた卵を使ったりしているのでね、すごくいいなって思いました。で、私今回人生初めてのコテージなんですけど、めちゃくちゃ楽しい。すごいやっぱり自然の中っていいですね。そしてこの暖炉、薪ストーブを楽しんでます。めっちゃすごいで、今回は収支についてたまに聞かれることがあるので、ざっくりとお話ししたいなと思います。まずですね、去年、うちで作っていた作物、小麦、じゃがいも、かぼちゃ、ビート、小豆、大豆、さやえんどう、だいたいこんな感じで、それぞれですね、収入がどれくらいあったかというと、小麦が700万円、じゃがいもが600万円、小豆、これは大豆も含めて700万円で、ビートが200万円、かぼちゃ700万円、さやえんどう100万円といった感じです。
かなりざっくりとした金額でお伝えしています。その他に前年の作物の本生産が入ります。2025年に収穫したものはだいたいこれくらいねっていう概算金が年内に入り、次の年に実際に売られた値段の金額が本生産として入ってきます。なので2024年に収穫したじゃがいもと小麦の本生産が2025年に入ってきて、それが1000万円台後半という感じでした。農作物自体の売り上げとしては5000万円いかないくらいでした。でこれの他に直接作物を売って得た収入ではないんですけど、他の方法で得た収入として、例えば使っていない機械を売ったお金だとか、あと共済金や交付金、その他にも細かいものを含めると500からだいたい1000万円くらいになります。この交付金っていうのが、例えば小麦とかお米、大豆といった国民の主食になる作物を作る場合、国が少し補助を出しますよっていうお金です。たまに機械とか倉庫とか補助金で買ってんだろうみたいなことを言う人もいますが、それは全然無知というか、そんなに甘くはないです。確かに設備導入する時に申請したら一部補助が出るとかはあるんだけど、もらうための条件もかなり厳しいし、全額出るなんてことはないし、そんな簡単にお金もらえるわけないです。だいたいこんな感じで2025年の農業での収入は5000から6000万円の間くらいでした。北海道の十勝の農業にしては低くないって思った人も結構いると思います。実際本土の農家さんから見たら、それだけ面積があってそれぐらいにしかならないんだってなるかもしれないですね。やっぱり本土の農家さんのすごいところは、少ない面積で単価の高い作物を上手に作って、しかも1年に1作じゃなく、何毛作もしているところだと思います。しかもみんな土壌とか野菜のことについてすごく詳しくて、知識も深くていろんなことを知ってますよね。そんな感じで、収入の話は一旦おしまいです。次は支出ですね。薪を足しましょうか。すごい燃える。わっ、うわい。はい。で次に支出です。支出、まずは、肥料、農薬、種苗費です。それぞれどのくらいかというと、肥料が600万円、農薬が300万円、種苗費が250万円。これはもう見ての通り作物に与える肥料や農薬、あとは最初に植える種の経費です。次に人件費です。人件費はだいたい50万円です。かぼちゃの収穫とかじゃがいもの収穫はもういくら機械があっても、2人だけじゃ追いつかないので、そういう時に日雇いで手伝いに来てもらったりしています。次に委託運賃です。これが合わせてだいたい1700万円。うちはじゃがいもを出荷する時に箱詰めをして一箱一箱出しているわけではなく、大型のコンテナにドサッと入れて、それをそのまま出荷しています。そしてそこから箱詰めは取引先の商社さんだったり、農協に委託をしてやってもらっているんですけど、その経費が委託費です。他に何らかの施設を使わせてもらったり、何か仕事を頼んだ時は基本ここに入ります。それと、その他にかぼちゃとかさやえんどうとか全国各地へ、出荷する時にかかるのが運賃です。あとはその他の出資ですね。これはトラックやら機械の維持費、水道光熱燃料費、保険、税金、家計費、その他もろもろです。中でもある程度の割合を占めているのが借金の返済です。うちは経営状況がずっと悪くて、私が経理をやり始める時にはすでにかなりマイナスで始まって、しんどい状況だったんですけど、今おかげさまで、順調に回復傾向に
あります。それこそ前に借金8000万円スタートの農場紹介みたいな動画を上げたんですけど、十勝の農家なら1億ぐらいすぐ返せるよみたいな励まし的なコメントをしてくれる方が何人かいました。確かにやり方次第では返せないこともないなと踏んで最終的に継ぐことを決めたっていうのはあります。ただ新しい機械とか設備に投資した結果のマイナスではなくて、ただの経営不振によるマイナスだったので、経営の仕方から自分たちの生活の仕方までしっかり考えて、もう一から立て直す意気込みでやらないと無理だなと思いました。鍛冶職人はむしろ、中途半端に余裕のある農家だったら自分の代でダメにしてたし、自分はだらしない性格で成長もできないだろうからこれくらいでよかったって言ってます。私は結構本当に最初の頃は毎日泣くほど精神的にも不安定で辛かったです。でもどうせ一から始めて必要なものだけ集めたとしても結構な金額はかかるし、そもそも貸してもらえるかもわからないから、そう考えるととても恵まれていたなと思います。それはさておき、2025年の支出は全部合わせると5000万円台前半くらいという結果になりました。もちろんこの中で経費扱いになるものもあればならないものもあるし、収入の方でも同じで売上として換算されないものもいろいろあります。今回はこの全体の金額をざっくり紹介しただけで、じゃあ実際に肥料代の中でも小麦にどのくらいかかったとか、そういった細かいところまではちょっと時間も足りないので、もし需要があればそういった細かい脂っこいような話はメンバーシップの方ででもしようかなと思います。おはようございます。朝になりました。これから朝ごはんを食べに向かいます。今日もめちゃくちゃ天気がいい。朝食会場のディンケルスにやってきました。ここはランチも楽しめるカフェになっています。ここもまた店内がおしゃれで朝から気分が上がりました。ご飯食べに来てるんだ。はい、もう11時過ぎということでチェックアウトして今帰っているところです。最近は本当に天気が良くてですね、今日もめっちゃ山が綺麗、初めてのコテージだったんですけど、すごくねのんびりできていい時間を過ごせました。結構コメントで日本一周を楽しみにしてくれていた方がたくさんいて驚いてるんですけど、なのでね今年行きたかったなっていう気持ちも結構あって、逆にね今度日本一周をしてしまうとこの北海道の雪景色はなかなか味わうことができないので、この冬はこの北海道の雪景色を満喫したいなと思ってます。なのでまたねコテージじゃなくてもどっか北海道の冬を楽しめるところに遊びに行きたいと思ってるので、ぜひまた動画を見ていただけると嬉しいです。最後までご視聴いただきありがとうございました。バイバーイ。